アンニョン、パクです。こちらに今、ジュヘさんを招待しております。ジュヘさんはですね、もともと韓国に行って、一回たまたま日本に来て、韓国に戻って、日本に戻ってきてるっていうエピソードの方です。日本という国を見てきて、衝撃を受けた部分があったのってところを、本日聞いていきたいと思います。まず最初の質問は、一番最初に日本に来た時に、どういった部分に衝撃を受けたか？体の不自由な方も移動できるように、駅の職員さんが手伝ってくれたり、電車とかでも周りの人に触らないように気をつけるのが基本的な感じ。いわゆる迷惑をかけない文化みたいな。そうですね。韓国ももちろん迷惑かけないっていうのは一緒だと思うんですけれども、日本はその細部までやるっていう感じですよね。そうですね。韓国はぶつかった時謝るんですけれども、日本人はぶつかる可能性があるぐらいから謝る感じですね。一日中すみませんは30回ぐらい話してます。だからそういった迷惑かけない文化、一部の方は重いとか感じる方もいるんですけれども。重いというよりは、私が気をつけても日本人が気をつけるぐらい조심하고 있는 걸까？日本人レベルにちゃんとマナーを守っているのかどうか気になって、いや、でも確かにそうですよね。ギリギリそうだなっていう似たような経験はあったんですか？自分はなんとなくしたんだけど、日本人にとってはダメだった。ぶつかった時に謝る意図でこうしたんですけど、ちゃんとすみませんって言わなかったんだから気持ち悪そうな感じがあったので、それはもっと気をつけなきゃ。後から言われて、これマナーだったんだみたいなのありました？ドン・キホーテとか狭い店の中でショッピングするとき、反対側で人が来ることが見えたら、韓国はわざわざ自分こうする場合もあるんですけど、わざわざ行きたいという道を戻らないんですよ。傾向的に。そうです。はい。でも日本人は行きたいところの反対側で人が来たら戻っていこうみたいな。もっと気をつける感じ。ありますね。はい。ジュエさんは日本で住んでいて、そういったことにも別に苦じゃないし、自分はもっとマナーを守ろうみたいな感じでいるって感じですね。はい。で、二つ目は、日本に住んでみて衝撃を受けたっていうところで、住んでみたら見えてくるものあるじゃないですか。家の鍵を電車で残って降りてしまったことがあったんですけれど、それが誰かが拾ってくれて、駅の職員さんに渡してくれたことは衝撃でした。ぐらい優しいんだと思いました。韓国だとしたら、一回忘れたことから二度と戻らないんだろうと思うはずだったんですけれど、ちゃんと戻ってきたということが衝撃でした。なるほど。僕、韓国も割とそういう戻りやすいかなと思ってたんですけれども、ジェイさんはそう感じなかったってことですね。そうですね。わざと誰かが鍵一つを拾ってくれて、自分の時間を使って渡してくれたということ。確かに。根本的な価値観とか考え方からして、困ってそうだなってことがあれば、手伝おうっていうのはありますよね。で、3番目は、日本に住んでみて大変だったこととか、この部分は合わないな、みたいな。親しいと思ったのに、あんまりそこまでは親しくなかったのかという関係が。これインタビューしてると品質なんですけれども、ジュエさんはどういったエピソードがありますか？家まで遊び行くぐらい親しいだなと思った友達だったんですけれども、ある日連絡が遅くなったり、ある日からだんだん会わなくなかったり、で嫌感を感じたのかはわからないんですけれど、ある日から距離感を置く場合もあったんですね。それでもう連絡切れたみたいな感じですか？そうですね。それは理由とか言われることなく？はい。ただ、だんだん忙しいからということで、それもあります。彼の話になるんですけど。はい。今実はジュエさんの向側には、彼氏さんがいらっしゃるんですけど。楽しくデートしたし、はい、本当にいい関係として続く感じだと思ったんですけど、ある日、別れよと言われて、なんでと言われたら、私が決心した。こんな時、嫌感、韓国人だなという嫌感を感じたんだけど、それを我慢しようとしたんだけど、無理だということで、先日まで電話していい関係だったんですけど、すぐ翌日別れたことも2回もあります。いやー、わかる。ある日突然パッてみたいな感じであったので、傾向としてはありそうですよね。そして日本で衝撃だったこと、今思い出したんですけれど、日本
と付き合う韓国人の友達や同士のカップルを見ると、一日中一回ぐらいだけ連絡しても全然 OK みたいなことが多くて、恋愛と見えると聞いたら、むしろ楽だよみたいな感じで不思議だなと思いました。韓国の場合はどうなんですか？一日で一回連絡したら、それは別れた見ても無理じゃないと思います。仮に理由があるとしたら、それはなんでだと思ってますか？小さい頃から日本人は口喧嘩をのが恥ずかしいと思うかな。そう教育を受けるのかなと思います。確かに集団の和的なことを重視してますよね。いちいち言って喧嘩するんだったらとりあえず自分で我慢しようみたいな。でそれ重なって一気にドンっていくイメージありますよね。いそうですか？韓国人だとしたら何か違和感とか短所とかを感じたとき、言わない方がもっと悪いとよく言われますね。回避しないでほしいという人がもっと多いと思います。別に良いか悪いかの話ではなくて、傾向的に見たらそうだったっていう話ですよね。日本でどういう夢とか目標を持っているのか。仕事での欲がある方だと思うので、日本で日本人向けの韓国人マーケターとして、1回ぐらいマーケター40ヘッドして記事とかが出るのが夢です。それに向かって今着実に進んでるイメージですか？もっと時間かかると思います。はい。で、今見てる方は日本の方なんですけれども、じゃあ仮にジュエさんが有名なマーケティングになったら、日本の方には例えばどういういいことがありそうですか？私、航空会社なので、旅行に関する便利性がもっと高くなると思います。もっと安い運賃でもっと便利に韓国とか世界旅行できるようになると思います。余ってる席があれば、それ安い値段を提供して、日本の方はたくさん乗ってもらうだったり、っていうイメージですね。そうですね。安いで、安いの充実だねという感じで、券の質を高くすることが大事だと思います。素晴らしい。あと5年、10年ぐらいは日本で進んでいくつもりですか？10年まではわからないんですけど、5年は住みたいなと思います。今全体的に日本での生活全体を振り返ってみると、やはりそれは来てよかったのか、もしくは別の道もあったかもな、みたいな。来てよかったと思います。日本という国という次元じゃなくて、海外に一人で住むことによって、大学生までは勉強しかしなかったので、自分自身が何をが好きなのか、自分自身は何なのかわからなかったんですけど、ここに来て日本で一人で住みながら、私という存在について悩んだり、私が何が好きなのかを思うこともあったし、それは日本で住みながら勉強になったので、来てよかったと。すごい。海外生活。その中では日本で住んでて、自分自身を探せて、それでも今の生活は満足されてる。ほっこりする全体的なエピソードだなというふうに思いながらいました。はい。ってところで、この3部作でなんで日本に来たのとか、働いてみてどうだったのとか、日本という国ってどういう文化があるのみたいなことを聞いてみました。ありがとうございました。ジュエさんはですね、YouTube を運営されていて、東京での生活だったりとか、遊びに行く時の、Vlog みたいなことも投稿されています。コメント欄に書いておくので、興味のある方はぜひ見てみてください。はい。そしたら、ジュエさんのインタビューは以上となります。ありがとうございました。パクでした。